女性からもらうイコール男性はそれをさらに1個1ランク2ランクハードル上げなきゃなんないじゃないですか。それ大変ですよね。なんか仲いい友達にはちゃんとなんだろうガトーショコラとか作って一応その仲良くなりましょうHey guys, it's Kathy Cat. Do you have the romantic image of Valentine's Day in Japan where the girls go up to boys, give them chocolate, and confess their feelings? Well, you might be wrong. This time we're going to go and ask Japanese people to tell us the truth and the negative sides of Japanese Valentine's Day. So let's go and find out, and let's ask Japanese. でもなんか例えば料理が上手な子とかにあげるときはなんか綺麗なやつあげなきゃみたいな、そういう変なプレッシャー女性同士のプレッシャー。そうです。やっぱ見栄とかあるんじゃないですか多分お菓子作りうまい子にはあげづらい、自分の逆に確かにじゃあもらっちゃえばいいって感じですかね。もらいたいけどあげたいけど変なのあげたくないみたいな。逆に損することの方が出てくる。そうは何ですか？お返しがどうしても上回らなきゃいけないくないですか？上回らなきゃやっぱり女性からもらうイコール男性はそれをさらに1個1ランク2ランクハードル上げなきゃなんないじゃないですか。それ大変ですよね。じゃあ例えばこれもらったらこれぐらい返さなくちゃいけないか例えあるんですか？僕の場合はチョコレートもらうじゃないですか。基本はチョコレートだと思うんですよ。バレンタインデーなんで。でホワイトデーだからチョコレートをお返しするのかっていうとなんか結構女性側ってそうは問屋が下ろしてくれなくてですね、なんか意外と物欲しがるじゃないですか。ってなった時にチョコレートに見合うだけのものを選ぶのってなんか難しいところはあるんですよ。なんかチョコレートの代わりになんか何があげるんですか？ってなった時に僕も物を本当はあげたいところなんですけど、やっぱそれに見合うものってなんかチョコってやっぱ相場そんなに高くないじゃないですか。やっぱり高級料理でもないですしね。ゴディバとかもちろん高いですけど。ってなった時に僕はもうなんていうんですかね、チョコではない甘いものだったりチョコではない食べ物だったりに選んじゃいますね。はい。なんか例えとかありますか？この年にこれもらったからなんか2000なんちゃら年にこれもらったから2000なんちゃら年のお相手でこれ返しましたみたいな。僕は何返したっけな。なんか普通に誕生日が被ってる子、例えば3月じゃないですか。3月で誕生日たまたま被ってる子だったらもう誕生日と一緒にそうしちゃってもう思いっきし何ケーキシフォンケーキみたいなあげちゃったりとかそういう風にしましたね。あと確かにプラスワンになりましたね。そうなんです。で僕地元山梨県なんですよ。山梨県ってフルーツ王国なんですよ。ってなった時に僕はもう自分の実家の母親方の実家で採れたブドウだったり桃をあげたりもしましたね。っていうちょっと良くないなんかちょっとねあんまり自分のこれはかかってないみたいなそれはしちゃうっていう紛れて好きな人に渡したりして友達とこの男の人がいて多く作った分を渡して友達と思ってるよみたいななんか思ったんですけど男性にチョコ渡すじゃないですか。こっち本当のチョコか本命かギリか男性の方はどうやって区別するんだろうかなと思ってどうなんですかね。多分大体チョコが一緒だからわかんないと思うなんか本命チョコ渡したけど例えば幼い時とか本命チョコ渡したけどギリだと思われたこととかありますか？全然あります多分あると思います。あらせっかく頑張ったのにでも日本人って多分照れ屋さんが多いからだから女子から男子にこう頑張って渡すっていうのも照れちゃってあんまりできないのかなっていうの思います。じゃあこっちが本当の気持ちで別に本命チョコじゃないからねみたいな感じあるかもしれないバレンタインは逆に14日だけどその前からなんか買い物とかどれぐらい前から始まっちゃうんですか？2、3日前とか、2、3日前間に合うようにどれぐらいお金使っちゃうんですか？バレンタインにいろんな人に配らなくちゃいけないと思うんで。そんなにしない。3000円くらいかな。結構じゃないですか3000円するクラスのみんなとかにあげるのであれば3000円ぐらいは使うと思います。みんなに作ったことしかないからじゃあ作るんですか？作ります。作る時にはどれぐらい時間かかっちゃうんですか？何を作るんですか？なんか仲いい友達にはちゃんとなんだろうガトーショコラとか作って
でも一応その仲良くなりましょう。でもクラスのみんな用にはクッキー焼いたりとかします。じゃあみんな女性が作るんであれば、例えばもらってこれまずいなみたいなあるですか？あったその時どうしますか？今頑張って食べて偉い。で何歳の時にはみんな一番盛り上がるんですか？小学校中学はもうないんですか？ありました。中学も中学校と小学校が一番ね作ってたみんな。今はなんか作ってたりとかしてますか？今作んないです。買ったりしますか？買ったりもしないですもらったら返すみたいな感じです。どうですか？私ホワイトデーに返す派です。それもあるんですか？日本で。ありますね。はい。じゃあもらったらホワイトデーに返すけど、そんなみんなに配ったりはもうなし？しないです。あんまり。いつってなんでやめました？そのみんなに配ること。高校生、高校ぐらい高校の時からからみんな興味がなくなって、なんか部活も忙しいしバイトとかも忙しいから作る時間もないから、もうなんか面倒いよねみたいな。はい、じゃあそれで全ての質問でした。ありがとうございます。Pressure was a word that loads of girls use. Pressure to bake well, pressure to give everyone something, pressure, especially if the other girl bakes better than you, to bake something that kind of reaches up to that. And also, you might have to eat someone's sweeties that are actually not that tasty. Also, it seems to be that the pressure is actually harder girl on girl, meaning like if another girl is a very good baker or cook, you kind of have to match to that level, or you know, if she's really terrible, you can't really tell her that. So yeah, that's the girls were complaining about that a lot. Also, it's very expensive. You have to buy a lot of things, and the more people you have to give out chocolate to, the more you actually end up spending, and you also spend a lot of time working on those treats in the kitchen. Also, boys might not know that it's love chocolate you're giving them, so not just friendship chocolate, but love chocolate. There's no way of really distinguishing it if you don't make it clear. And that leads to the fact that many girls don't celebrate it at all anymore. So those two girls were saying, we don't do this anymore. We did this maybe in primary school, middle school, but now it's over and we don't spend our money on that anymore. Interesting. Now, I generally like the idea of sharing out chocolates, but I can also see the negative sides of this. So maybe, you know, apart from that, I heard from many of my Japanese followers that they said, you know, I don't do that as much. Well, many of the American followers said it's a very much just a couple thing, and there's a lot of pressure on the guys to do it, but at the same time, everyone who's single feels really bad and left out on that day. So I think maybe having the middle solution of, you know, sharing chocolates with your friends and saying, you know, thanks for hanging out, you're a great friend, I love you as a friend, is not such a bad thing, at least in my opinion. Let me know what you think about this. Leave us a comment down below. Looking forward to reading it. Also, if you're new, don't forget to subscribe, and there's something lovey-dovey related in the comments. I hope you have a great time, and wherever in the world, spend the best type of Valentine's Day possible. And I catch you soon on Ash Japanese. Bye!